皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は壁紙や床材などのインテリア商社トップの3月証券コード8130を点検していきます。実はこの銘柄直近で株価が下落しており、ついに年初来安値の2896円まで落ちてきました。有料な配当株が安く拾えるチャンスなのか、それとも何か危険な兆候があるのか、しっかりと現場目線で点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シートで基本的な健康状態をサクッと確認します。配当利回り 3% 以上に対して 5.33%、 判定合格。 ROE10% 以上に対して 12.5%、 判定合格。自己資本比率 50% 以上に対して 64.3%、 判定合格。配当成功 50% 以下に対して 67.5%、 判定不合格。補足、現金キャッシュフローなどは営業活動によるキャッシュフロー143億円のプラス、判定合格。配当成功だけは少し高めに出ているので不合格となりましたが、それ以外はピカピカの高水準ですね。なぜ配当成功が高めになっているのか、この後じっくり見ていきましょう。次に事業内容の点検、稼ぎの柱を見ていきます。3月の稼ぎの柱は3つです。1つ目は壁紙や床材、カーテンなどを扱う国内インテリアで売上高1641億円、構成比は全体の 79.5% を占める大黒柱です。2つ目は北米や東南アジアで展開する海外事業で売上高350億円、構成比 17.0%。 3つ目は門扉やフェンスなどを扱う国内エクステリアで売上高73億円、構成比 3.5% です。なぜ3月がこれほど稼げるのかというと、その強みは見本帳ビジネスと圧倒的な物流施工ネットワークにあります。皆さんも家やオフィスを建てるときに分厚い見本帳を見たことがあると思いますが、あれこそが3月の最強の営業マンなんです。さらに必要な商品を必要な時に品切れなく届ける配送体制が建設現場からの厚い信頼とトップシェアを生み出しています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。売上高は2022年3月の1495億円から最新の2064億円へと綺麗な右肩上がりで拡大してきました。営業利益についても2022年3月の80億円から翌年には203億円へと一気に大ジャンプしています。その後は191億円、182億円、そして直近は194億円へと高水準で安定した稼ぎを叩き出しています。一時的な特需ではなく、価格改定をしっかりと浸透させ、付加価値の高い中型商品の販売を伸ばすことで企業の稼ぐ力で一段上のステージに上がったという素晴らしいストーリーが読み取れます。次に財務の深掘り点検です。貸借対照表 BS を除いてみましょう。最新の総資産は1889億円です。そのうちすぐに使える現金の貯金箱には354億円がたっぷりと入っています。一方で銀行からの借金にあたる有利子負債は124億円です。つまり手持ちの現金だけで借金を全額お釣り付きで返せてしまう実質的な無借金経営に近い状態です。自己資本比率は 64.3% と非常に分厚い防弾チョッキを着込んでいます。財務の安全性は文句なしの鉄壁と言えますね。続いて還元姿勢の点検です。配当金の推移です。配当金は2022年3月の70円から105円、140円、150円、そして直近の2026年3月は155円と、なんと11期連続での増配を達成してきました。そして来期2027年3月の予想についても155円を維持する見通しです。3月は新しい中期経営計画2029の中で1株当たり年間配当金155円を下限設定とし、配当成功 60% 以上を目安に増配を目指すという非常に力強い約束をしてくれています。中期経営計画で下限155円を力強く約束しているのは、
一時的に利益が減ったとしても、これまで蓄えてきた分厚い体力、純資産を元手にして株主にしっかり還元し続けるという会社の強固な意志の表れなんです。だからこそ現役予想でもこの配当金はそう簡単には揺らぎません。続いて直近決算と将来目標の点検です。ここで直近の2026年3月の決算の具体的な数字を確認します。売上高は前期比 3.0% プラスの2064億円、営業利益は前期比 7.0% プラスの194億円となり、増収増益の素晴らしい着地でした。国内の新築市場が厳しい中でも、値上げ効果や北米事業の好調がしっかりとカバーしています。直近の決算は最高益でピカピカなのに、なぜ今になって年初来安値まで売られているのでしょうか。実は決算発表直後にすぐ急落したわけではなく、その後1週間かけてじわじわと安値を更新していきました。その背景には来期2027年3月が減益予想だったことに加えて、見えないリスクへの警戒感があります。来期の営業利益は190億円への減益予想となっていますが、会社側は原材料価格や物流費の上昇、さらには成長のための先行投資による負担を計画に織り込んだと説明しています。またアジア事業の不振による赤字拡大といった課題も残っています。こうした今後さらに利益が押し下げられるかもしれないという不透明感が投資家の買い手を手控えさせ、日経平均が強い中でもずるずると安値を更新する原因になっていると考えられます。しかしこの会社はただ黙ってコスト高を受け入れているわけではありません。実は前期主力仕入れ先の工場で火災事故があり、一部床材商品の供給がストップする大きなピンチがありました。それでも価格改定効果等でカバーし、見事に増収増益を達成した底力があります。さらに物流の2024年問題への対策として V パレという独自の回転式パレットを開発し、特許まで取得しています。これまで手作業で1本ずつトラックに積んでいた壁紙をフォークリフトでパレットごと一気に積み下ろしできるようにして、作業時間を大幅に削減しているんです。また広島県に新しい壁紙工場を稼働させて、製造拠点を東西に分散させるなど、災害に強いサプライチェーンの構築も着々と進めています。さらに会社が発表した将来目標中期経営計画2029では、2030年3月に向けて売上高2500億円、営業利益250億円というさらなる高みを目指しています。国内だけでなく海外市場への挑戦でまだまだ成長の余地を残しています。次にチャート需給点検です。現在株価は年初来安値の2896円付近まで売り込まれており、本日の株価は2909円です。業績がこれだけ好調で配当の下限保証もあるにもかかわらず、市場全体への警戒感や一時的な売りから大きく調整している状態です。利回りが 5.33% を超えてきている今の水準はかなり美味しそうな匂いが漂っていますね。最後に結論、のんびりの判定です。それでは本日の総評です。業界トップシェアの強固なビジネスモデル、鉄壁の財務、そして配当155円の下限保証という株主への手厚い還元姿勢、どれをとっても長期保有のポートフォリオに入れたい有料銘柄です。私たちが安全に拾っていくための具体的な指値としては、心理的な節目でもあり、利回りがさらに跳ね上がる2850円付近に網を張って落ちてくるのをじっくりと待つ戦略を提案します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。